こんにちは。今日は大きな V ネックのプルオーバーを作っていきます。細長い長方形を2枚作って、それを中央で縫い合わせます。とても綺麗な V ネックになります。首元がすっきりとして綺麗に見えます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのソロフィム。カラーナンバーは4番。材質はアクリル。使用界隈の目安は4から5。これはソックヤーンなんですが、少し光沢があって、プルオーバーにも向いていると思います。今回私は8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。まず、細長い長方形。これを2枚作ります。半分に折って、この中央を縫い合わせてプルオーバーの形にします。前も少し縫って、背中の方も少し縫って、で今回は下に少し長くして編んでいきます。ちなみにこれは去年作ったものです。同じように長方形を2枚作って、背中と前で2箇所縫い合わせてプルオーバーの形にしています。これの場合は裾の方に少し模様編みをしています。短いスカートのようなイメージです。まず長方形を作ります。鎖の数は119。119編んでだいたい95センチ。私は女性ものの L サイズでだいたいこれぐらいの長さにします。サイズの変更やお好みによって鎖の数を調節します。その場合は3の倍数プラス2で調節します。鎖編みをします。最初の糸端を20センチから30センチぐらい残して、途中からスタートします。この鎖はゆったりと編んでいきます。あれば少し太いかぎ針を使って編んでいきます。なければ元の針でゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで鎖を編んでいきます。でこの糸端は、これはだいたい20センチから30センチ残しました。もう1枚同じものを編むときにはもっと長く残しておきます。だいたい1メートルぐらい残してスタートします。必要な数の鎖を編んできました。私はここでは小さく作っていきます。かぎ針を細い方に変えます。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをします。かぎ針から1、2、2つ目に細編み、次も同じ、次もこのまま端まで細編みをしていきます。端まで来ました。次は2段目、鎖3つ、裏返します。鎖の隣に未完成の長編み、この2本から引き抜きます。もう一度、今度は足元1つ飛ばして2つ目、未完成の長編み、2本から引き抜きます。これを一度に引き抜きます。これで鎖3つ、三角、この三角を続けていきます。次は鎖2つ、また三角を作ります。すぐ隣に未完成の長編み、2本から引き抜きます。また足元1、2、未完成の長編み、一度に引き抜いて三角ができました。鎖2つ、
また三角、1、2、三角、鎖、1、2、三角、1、2、三角、端まで来ました。ここでは鎖1つ、ここは1つだけ。端の細編みに中長編み絡めて、この端の細編みの2本の糸の下、ここで中長編み、この3本を一度に引き抜きます。これで中長編みができました。次は3段目、鎖2つ、1、2、裏返します。下の三角に V を作ります。この三角にかぎ針を入れて V、 長編み、鎖1で長編み、これで三角に V ができました。これを繰り返します。三角に V、 鎖で V、 3段目の端まで来ました。最後は鎖の下から1、2、ここに中長編み、1、2、上が2本で下は1本、ここに中長編み、これで中長編み。次は鎖3つ、裏返します。下の V に長編み3つ、まず1つ目、2つ目、3つ目、これで長編み3つ、これを繰り返します。これで端まで編んでいきます。4段目の端まで来ました。最後は下の鎖の1、2、2つ目に長編み、1、2、ここは長編み、次は鎖1つ、裏返します。細編みをしていきます。根元に細編み1つ、次も細編み、全部一つに一つの細編みで端まで編んでいきます。4段目の端まで来ました。最後は鎖の1、2、3、3つ目に細編み、これで4段目が終わりました。次は5段目、この三角を作っていきます。これを繰り返していきます。次は三角で鎖3つ、1、2、3、裏返して鎖の隣三角を作ります。1、2、これで三角ができました。鎖1、2、また三角を作ります。1、2、これで端まで編んでいきます。三角の次はこの V、 その次は長編み3つで細編み、これをしばらく繰り返していきます。長方形を2枚作りました。この幅はだいたい24センチ。模様の数を数えると1、2、3、4、5、最後は細編みで終わっています。
この長さはお好みで大丈夫ですが、最後は細編みで終わります。最後の糸端は少し長めに残しています。後でこれを使って脇を縫うことができます。表と裏を確認します。最初の細編みが表の方が表。そうすると最後の細編みも表になっています。これが表。表と表を上にして、で、縫っていきます。その前に袖を作ります。袖は短い袖で、今編んだ長方形の中央に、この幅で続けて編んでいます。同じ模様で編んでいます。この位置にマーカーをつけます。こっちはすでにできていて、こっちにマーカーをつけます。半分に折りました。ここが肩のラインになります。ここが脇。ここが袖を作るところ。この位置にマーカーをつけます。半分に折って肩から測って、だいたい20センチ。この三角の数を数えます。私はこの三角が10個。で、真ん中は三角の数が19個。で、また10個。マーカーをつける位置は、この三角と三角の間。肩の方の三角の次。この裾の方の三角の端にマーカーをつけます。こっちが肩の方の三角。こっちが裾の方の三角。こんな感じでマーカーをつけます。もう一方も、こっちが裾。こっちが肩。ここが裾から10個目の三角。で、この10個目の三角の端の長編みの上。こんな感じでマーカーをつけます。で、ここから続けて模様編みをしていきます。で、今、この細編みは表になっています。これを裏返してスタートします。裏返して、このマーカーのところ、この長編み3つの端の細編みの上、ここからスタートします。新しい糸、これはしっかりと結んで、ここから最初と同じように編んでいきます。なので三角 V で長編み3つ、同じように編んでいきます。まず鎖3つ、1、2、3で、すぐ隣に三角、1、2、一度に引き抜いて三角ができました。最初は鎖3つ、また続けて1、2で三角、1、2、これを繰り返して、このマーカーのところまで編んでいきます。ここまで編んだら中長編み、次に鎖2つ、今までと同じように繰り返します。こっちと同じように三角と V、長編み3つ、細編み、ここまで編んでいきます。両方の袖を作りました。次は背中を縫い合わせていきます。ここは最初に編んだ鎖。この向きに編んできました。こっちも、ここが最初に編んだ鎖。この向きに編んできました。模様はこんな感じになっています。こっちも、この向きに合わせて、で、最初に長く糸端を残した方。こっちを手前にして、で、ここから縫っていって、こっちが背中になります。で、今、表が上になっています。2枚の長方形を2つに折ります。ここが肩のライン。こっちが裾。裾からマーカーのところまで縫っていきます。このマーカーをつけます。肩からだいたい9センチ。
私はこれぐらいで縫い合わせていきます。今、表が上になっています。残していた糸端を使って縫い合わせていきます。角と角。今、手前から糸が出ています。向こうの角はここ。この細編みの2本の糸の下。ここではなくて、向こうからスタートします。で、手前2本の糸の下。もう一度同じところ。向こうの2本の糸の下。これでつながりました。で、次からこの2本あるうちの下の糸をすくってで縫い合わせていきます。こっちはこっち側、これで縫い合わせていきます。まずこの向こうの端、ここと2つ目、1つ目と2つ目の間、ここに2本の糸があります。こっち側、手前はこっち、これが1つ目の細編み、2つ目、この1つ目と2つ目の間、こんな感じ。また同じ。1、2、2つ目と3つ目の間。手前。2つ目と3つ目の間。このまま続けてマーカーのところまで縫い合わせていきます。ずっと続けてこのマーカーのところまで。マーカーのところまで来ました。最後は同じところを2回。もう1回。あとは裏に出して、裏で糸始末をします。ほどけないようにして、同じようにして前も縫い合わせていきます。次は前の部分を縫っていきます。さっきと同じように縫い合わせていきます。縫い合わせる長さはお好みなんですが、だいたい15センチから1センチぐらい。お好みでこの長さを決めます。で、これは広めにした方が胸元がすっきりとして見えます。お好みで決めてください。15センチだとこんな感じ。私はだいぶ広くして3センチぐらい。これぐらいの長さにします。だいぶ広めにしてすっきりとした感じにしていきます。糸端が残っているので、
さっきと同じように縫い合わせていきます。マーカーをつけて、向こうの角、2本の糸の下で手前で、もう一度同じところ、これでマーカーをつけたところまで縫い合わせます。で、背中と前が終わったら、次は脇、前の部分を縫い終わりました。次は脇を縫っていきます。今と全く同じように縫っていきます。角を合わせて角から縫っていきます。ここまで縫っていきます。袖の付け根まで来ました。ここは力がかかるので2回ぐらい縫っておきます。ここで針を裏に出します。今、裏の状態。裏から縫っていきます。三角の段と三角の段、V のところと V のところ、模様がずれないように縫い合わせます。最後は細編みと細編み。この細編みに、最後はこの2本の糸の下。あとはこの糸端を隠します。もう一方の脇も同じようにつなぎます。両方の脇を縫い終わりました。最後は下の部分を編んでいきます。上下を逆にします。スタートするのは目立たない脇から。ここは縫い合わせたところ。ここからスタートします。で、新しい糸、結んでおきます。で、細編みをします。糸を出して鎖一つ、細編み。この時、この糸端を編みくるんでいきます。これが一つ目。で、次はこの細編みの段の端、ここに細編み一つ。次は鎖三つ、ここに細編み二つ。1、2。次はこの中長編み。中長編み2つに細編み3つ。まず1つ目。次は2つ目。3つ目。次は細編みの段。細編み1つ。次また鎖3つ。細編み2つ。1、2。で、次は中長編み2つ。細編みを3つ。1、2、3。で、また細編み1つ。この縫い合わせたところは細編み1つ。で、また同じように編んで1周します。1周するんですが、その細編みの数を3の倍数にします。細編みで1周しました。今、細編みの数は3の倍数になっています。1つ目の細編みに引き抜きます。また細編みをしていきます。鎖1つ、細編み、次も細編み。全部一つに一つの普通の細編みで一周します。一周したら一つ目の細編みに引き抜きます。また鎖一つで細編みで編んでいきます。これを何周か編んでいきます。細編みを4周編んできました。次は模様編み。模様編みは袖と同じように編んでいきます。まず三角。で、ここでは円になっているので、最初だけ少し違っています。その最初の部分だけ編んでいきます。まず
鎖2つ、1、2。次は足元1つ飛ばして2つ目、三角を作ります。1、2、未完成の長編み。これを一度に引き抜いて三角。今引き抜いたところにマーカー。鎖2つ、1、2。足元すぐ隣、三角を作ります。未完成の長編み。足元1、2、未完成の長編み。あとはずっと今までと同じです。三角を作って一周します。一周してきました。これが最後の三角。鎖2つ、1、2。最初の三角のマーカーのところ、引き抜きます。これでつながりました。次は V を作っていきます。三角のこのスペース、糸を引き出してこれを引き抜きます。これで三角から糸が出ました。次から V、 鎖4つ、4、三角に長編み1つ。これで V ができました。次も同じ三角に V を作っていきます。ここから今までと同じです。このまま V を編んで一周します。V で一周しました。最初の鎖の1、2、3、引き抜きます。これでつながりました。次は長編み3つ。この糸を V の中に移動させます。引き抜いて、これで V から糸が出ました。鎖3つ、V に長編み2つ。で、また V に長編み3つ。ここからは今までと同じです。次また3つ。これで一周します。長編み3つで一周しました。鎖の1、2、3、引き抜きます。これでつながりました。次は細編み。鎖1つ、根元に細編み。次はこの長編みの上。全部一つに一つの細編みを編んで一周します。細編みで一周しました。一つ目の細編みに引き抜きます。これでつながりました。次はこの三角、全く同じように編んでいきます。鎖2つ、足元1、2、未完成の長編みで、三角、マーカー、鎖2つで、また三角、次はこの上に V 一周して、次はこの長編み3つ、次は細編み、これを繰り返していきます。これをしばらく繰り返してお好みの長さにします。ずっと長くしても可愛いと思います。13センチ編んできました。模様の数を数えると1、2、3。最後は細編み。私はこの長さで終わりにします。最後はとじ針で始末します。これが最後の細編み。少し長めに糸を残して、最後の細編みから糸を抜きます。これが最初の細編み。最初の細編みの2本の糸の下、
手前から向こうに針を入れて、最後の細編み、最後の細編みの上から裏に出します。少し引っ張って、あとは裏でほどけないように隠します。これで糸を切ります。これで出来上がりました。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。袖はこんな感じ。広い V ネックでとてもすっきりとして見えます。裾はこんな感じ。で、背中から見てもすっきりとして見えます。で、着る時にはこんな感じで前を少し上げて、ちょっとお好みでアレンジするととても綺麗な形になります。サイズは上から下まで57センチ、横幅45センチ、袖は4センチの19センチ、この斜めの部分は57センチ、後ろは15センチ、この下の部分、ここは14センチ、こんな感じになりました。使った糸の重さは230g。最後までご視聴ありがとうございました。